Mr. Japanese Channel。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ミスタージャパニーズチャンネルへようこそ。今日は文法分析だけじゃない、生きた日本語を話そうがテーマだよ。そう。教科書には載ってないリアルな会話術だね。はい。私はみつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。みつきちゃん、素晴らしい自己紹介だね。でも、ちょっと丁寧すぎるかな。そうそう。普段の会話だと、もうちょっとフランクだよね。そうなんですか？堅苦しいですか？すごく丁寧だけど、日常では、みつきです。よろしく、くらいが自然かもね。まさに、よろしくねって感じかな。なるほど、そういうことなんですね。そう。今日の目標は日常会話で自然に使える表現を学ぶこと。みんなも一緒に生きた日本語マスターしちゃおう。頑張ります。じゃあ、早速お買い物ごっこしてみましょう。いいね。じゃあみつきちゃん、この商品いくらで聞く？この商品の価格はいくらですか？完璧な日本語。でもね。すごく丁寧だね。でも日常ではもっとシンプルでいいんだよ。シンプル？どういうことですか？例えば、いくらですかだけで十分伝わるよ。そうそう。なんなら、これいくらでも全然 OK。これ、いくらでいいんですか？丁寧さを求めるならいくらですか？フランクならこれいくらだね。ちなみにもっと丁寧にするなら、おいくらですかもあるよ。なるほど。使い分けが大事なんですね。そうだね。今日のフレーズはいくらですか？これいくら？おいくらですかの3つ。みんなもお店で使ってみてね。わー、これすごく欲しいです。欲しいものが見つかったんだね。お店ではね、これくださいっていうのが自然だよ。欲しいですだと、ちょっと直接的すぎるかも。そうなんですか？くださいですか？これくださいなら店員さんもスムーズに対応してくれるんだ。もっとフレンドリーに言うなら、これお願いします。もう全然あり。お願いします。ですか？どう違うんですか？くださいはシンプルにちょうだいって感じ。で、お願いしますはちょっと柔らかく、これお願いしてもいいですかみたいなニュアンスかな。なるほど。じゃあ、これくださいと、これお願いします。そう。相手への配慮が伝わる言い方になるんだ。ちょっとした言い方で印象って全然変わるからね。勉強になります。早速使ってみます。じゃあ次はレストランで注文ごっこ。私はこれを注文します。おー、みつきちゃん。完璧な日本語だね。でも、ちょっとだけ教科書っぽいかな。そうだね。注文しますって言っても伝わるけど、日常会話だとちょっと硬いかも。そうなんですか？どう言えばもっと自然ですか？レストランではね、これお願いしますっていうのが一番スムーズだよ。そうそう。店員さんも、はいってすぐに分かってくれる感じ。これお願いしますですか？くださいとどう違うんですか？注文しますは I will order this って感じ。丁寧だけどちょっと距離があるかな。お願いしますは、Please this man
みたいなニュアンスでもっと親しみやすいんだ。あとね、あきちゃんが言った応援図を一つくださいもよく使うよ。そう。例えば、コーヒーを一つくださいとかね。なるほど。じゃあ、これお願いしますと、昨日ください。この二つを覚えておけば、レストランでの注文はバッチリだよ。迷ったら、これお願いしますって言っておけば間違いないね。ありがとうございます。早速使ってみます。じゃあ次は、お店の人に何が人気ありますかって聞きたいとき、人気を聞きたいんだね。そういう時は、おすすめは何ですかって聞くと自然だよ。そうそう。もっと友達と話すなら、何か美味しいのあるとかも全然あり。へえ、おすすめは何ですかと、何か美味しいのあるですか？そうだね。おすすめは何ですかは丁寧で、どんなお店でも使えるよ。で、何か美味しいのあるは、カフェとかで友達に聞く感じで使えるね。なるほど。使い分けが大事なんですね。この二つを覚えておけば、お店の人にも友達にも自然に聞けるよ。じゃあ次は、道案内。道案内をお願いします。丁寧に言ってるね。でも、もっとシンプルでいいんだよ。そうそう。聞きたい場所の名前を言って、バイオルはどこですかって。まはどこですかですか？そう、渋谷はどこですかとかね。ちなみに、むつのに行きたいんですがって言うと、もっと丁寧だよ。渋谷に行きたいんですが。これなら店員さんもスムーズに案内してくれるよ。どこですかより、ちょっと柔らかい印象だね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ今日のフレーズは、どんのフレーズは、どうに行きたいんですが、の二つ。道に迷ったら使ってみてね。さて、健三。みつきちゃん。教科書には載ってないけど、リアルな相槌って知ってる？おー、あきちゃん、いいテーマだね。相槌ですか？どんなのがあるんですか？例えばね、マジでとか、やばいとか、やばいは、良い意味でも悪い意味でも使うやつだね。マジで使ってみたいです。そうそう。あとは、なるほどねとかもよく使うよ。なるほどね。みつきちゃん、早速だね。完璧。そんな感じでもっと自然に話せるようになるよ。じゃあみつきちゃん、学んだことを試してみようか。はい。頑張ります。いいね。実践あるのみだね。じゃあ、ラーメン屋さんで注文するつもりで言ってみて。ラーメンを注文します。あ、違う。おっと、教科書フレーズ出たね。そうそう。でも、すぐに気づいたね。はい。ラーメンを一つください。これで合ってますか？完璧。バッチリだよ。そうそう。店員さんも、はいよーって感じだね。よかった実際のお店でもそんな感じで大丈夫だよ。たら、これお願いしますも使えるしね。さて、今日のレッスンどうだったかな？すっごく勉強になりました。教科書には載ってないリアルな表現ばかりだったね。そうだね。お店でのいくらですかや注文のこれお願いしますとか。私は、これいくらと無理をお願いしますが特に気に入りました。私はやっぱり、
マジでやばいかな。リアルだよね。どれも日常で使えるものばかりだから、ぜひみんなも声に出して練習してみてね。私もたくさん使います。みんなも生きた日本語マスターしちゃおう。さて、文法も大切だけどね。まずはどんどん使ってみることが上達への近道だよ。そうそう。間違えても全然大丈夫。間違えてもいいんですか？もちろん、それが生きた日本語だよ。そう。リアルな日本語ってそういうことだもんね。もっと生きた日本語話せるようになりたいです。その気持ちが一番大事だね。みんなも私たちと一緒に頑張ろう。ミスタージャパニーズチャンネルに登録してね。次回もぜひ見てくださいね。またねー。バイバイ。